あ、びっくりしましたね。こんなんあるんやって。ね、安い上に味めちゃくちゃ美味しいし。フライとハンバーグ、とんかつ。安いですね。これは生姜焼き弁当って言われる。これが450円、税込み495円ですね。500円切っちゃう。ありえない普通に。おはようございます。それは無理重いから。一番最初はその居酒屋をされてたということですか。ああ、そうですね。はい。2代目かっちゃんっていう居酒屋をまだまだっていうか今も営業はしてます。任せてて、ね、週に1回ぐらい入る感じですね。それはどういった経緯でされたんですか。まあ自分のね一回の人生、まあ会社員やったんですもともとは僕で。子供もおってね、でもねやっぱり自分の一度の人生なんでこのまま会社員じゃなくて、まあ、自分でどれだけできるか自分の人生に勝負したいなと思って、でもまあ子供もね飯食わしていかなダメなんで、あんまり失敗して借金背負ってっていうリスクがあることはできないんで、でもともとまあ飲食は好きでしたし、まあ子供にも弁当とかご飯とか、まあ、毎日作ってましたんでね、料理はしてたんで、まあ飲食店でもともとその居酒屋かっちゃんで、まあ、若い頃、まあ、ずっとバイトですけどやってた、まあ、そういうつながりもあったんでね、マスターにちょっと会社員辞めてちょっと自分で商売独立しようと思ってるんですっていう話をしたら、まあそのマスターも実はまあ僕は僕でもうちょっと引退を考えててっていうタイミングで、じゃあほんならまあ代替わりじゃないですけどバトンタッチっていう感じでもちろんもう経営は変わってね、でまあずっと居酒屋かっちゃんでやってたんですけど、かっちゃんね僕はあんまりこういう名前を付けたいとか、まあ、なかったんで、もうやっぱり名前はお客さんがね、まあ、作っていくもんだと思うんでねまあかっちゃんを残して前にでもね、まあちょっと変わったんで2代目ってつけて2代目かっちゃんっていうその居酒屋を始めたっていう感じですね。
にあったらいいですよね。ピーマンもある。はい。ピーマンありますね。はい、いらっしゃいませ。はい。380円になります。はい、20の返し。はい、どうも。オッケー。買いに行くの。ああ、買いに行く。なんでなんで。ケチ中心から。そう。噛むから。昔友達が買ってね。ほんなら。それ聞いてもちょっとめっちゃってて、もうそれもうわーと思って。ああ、そう、入れたらあかんぞ、大島に入れたそうで。撮影ございます。あるんですよ、ハンバーグは。まだあるんですか。はい、今。はい。開いてますね。
はい、いってらっしゃい。たまに来ますよ。まあもうその日の気分やからね。今日はちなみに何をされたんエですか？ビフライとハンバーグととんかつ。安いですね。ほんでこうやってねレンジで温めれるからね。これは230じゃん。何種類ぐらいあるんですかね。30以上はありますね。まあ、数えてはないんですけど。来られた方も結構迷われますもんね。あ、多いですね。迷ってはる方は。去年の12月の途中ぐらいからちょくちょく来るようになりました。でまず安いっていうのと、その安い上に味めちゃくちゃ美味しいし、普通にお腹いっぱいになれるので、学生の身としてはありがたいなと思って。今日なんかチーズカツと牛肉コロッケ弁当となんか唐揚げショー、ちょっと唐揚げ気になってたんでちょっと買ってみようかな。多分ちょくちょく売り切れてて、いつも行く時売り切れてたから今日売ってたので買っちゃおうと思って。受験生なんですよ。もう今もテストを。そう、今日って終わって、今最近私立の2次終わってで今から国公立2次みたいな。頑張ってください。はい、お気をつけて。行ってきます。ありがとうございます。行ってきます。いってらっしゃい。頑張って。行ってきます。いつも言うの、色。日替わりこっちにもやってます。あ、やってます。宮根さんと。はい、失礼いたします。あ、それ、230のやつや、ごめん。 230は店頭ですよ。ごめん。予約だけで言うと全部で何個ぐらいあるんですか？まあ、150、160ぐらいですかね。
ます。ピリ辛にしてるから豆板醤も入ってるし美味しそう。これ400円それだけの話行ってきます。何をきっかけで来られる？会社の友達がおすすめって言ってて来ました。いっぱい種類あるなと思って、で安いし美味しそうやなと思って。三代目かっちゃんは今年で何年目になるんですか？ 8月で6年ですね。今だからもう6年目に入ってて、8月で6年経ちますね。またなんでそれを始めようと思われたんですか？困難の時でも前向きに楽しいことを立ち止まるのが嫌やったんですね。初めてです。昨日ですね、昨日たまたまここ通って弁当買おうかなと思ったんですけど、びっくりしましたね。こんなんあるんやって。今日はエビフライ弁当になりました。適当にブラブラしよったらなんか見つけられて200円って思って、びっくりしました。これは生姜焼き弁当って言われる。これが450円、税込み495円ですね。500円切っちゃう。ありえない、普通に。お願いします。今日配達も多いんですかね、いつもに比べて。そうですね、多いですね。ありがたいです。まあ、特にお母さんとかって厳しい方なんですか？ああ、そうですね。僕もやっぱり昭和の時代なんで、もう好き嫌いとかでもあったらもうご飯抜きでしたからね。やっぱり一つでも残したらやっぱりご飯一粒には100の神様がいてんねんでって言って、それを粗末にしたらダメっていうことで言われたんで、やっぱりいまだにね、お茶碗に僕だからご飯ついてないですわ。一粒もきれいに最後まで食べてまいりますね。やっぱり僕もね、やっぱり子供がいてね、自分がやっぱり子供を育てる立場になると特にね分かりますね。上2人4人いてるんですけど、上2人が、27と25ですわ。じゃあ随分大きい。はい。で下が3歳と1歳ですわ。開き方が。はい。なんか孫のように可愛いんですわ。最初から料金安いんですか？これでだから勝負ね、言ったらまあ店としてする以上はやっぱり利益ね出さんとダメですしね、継続していけるようにしないといけないんで、賞賛があったんでしょうね。アホですさ。はい。それはしんどいはずですわ。はい。もともとはでもお弁当とドリンクもね出してたんで、居酒屋みたいな感じで。そうですそうです。だからまあその2本柱と思ってたんですよ。でまあお弁当の方はちょっと頑張って安くして、でまあドリンクの方で、まあ、ある程度売り上げ上がったら利益も出せるかなと思って、まあ、それでもまあトータルとしてはまあ代分と原価率は高いんですけど、まあ、それでやっていけるかなと思ったから
ドリンクはちょっとダメになっちゃったんで、やっぱりコロナで時短営業とかあったじゃないですか。でこの商店街もすごくもうそれで人の流れが変わって、うちももともと24時間やったんですけど、そういうのでもう夜中開けても誰ももう通ってないっていう状態になって、今は朝6時から夜は23時まで変更にしてっていうので、その2本柱のうちの1つがもうなくなって、ここで利益稼ごうと思ったやつがなくなったんで、だから金額も上げることもなく、お客さんやっぱり最初に来られた方やっぱりその金額で美味しいっていうことでずっと来られてるんで、やっぱりこれはもう嬉しいですしね、やっぱりなんとかそれで採算合うようにっていうのでやっぱり数をやっぱり作らないといけないですし、機械で作ってるわけでもないんで手作業なんでで今ですねなんやかん言いながらでもできてるんで、なんとかさせてもらってるんでありがたいですよね、アホなことは。でも本気ですると楽しいなと思って分かりました。了解了解、大丈夫。上の2人は20歳21の時にはできたんで、やっぱり自分の人生の設計として40歳になったら子供はもう20歳になるから、40から自分の好きなようにっていうことができるなっていうね、子育ても終えてと思ったんですけど、何のねそう思ってたんがまたね45の56からスタートするっていうのが最初はね本当に自分の中でしんどいなっていう部分もあったんですけど、いざやっぱり子供ができて毎日接してると、いやもうよく来てくれた、生まれてきてくれたと、だから本当にね今だからなかなかね自分の人生で1回の人生で2回子育てがねなかなかする人はいてないと思いますし、でも自分はねさせてもらえるんで、本当に僕の人生何やったんかなって言ったらもう子育ての人生かなと、死ぬ前に多分そう思うかなっていうのはありますね。本当にね若い頃からそうなんですけど、楽な道としんどい道やったらどうもしんどい道を選ぶ勝負みたいで、もっとねうまいやり方があるのにっていうのはよく言われるんですけど、やっぱりねもう死なんと治らないんでしょうね。やっぱりしんどい方しんどい選んでいく。でもその支えがね僕の中ではだから子供なんですよ。上の2人でね本当に離婚して、3人で、ね、生きていく中で本当に子供に支えね子供の存在が僕の動かす原動力にも なってでまたね今毎日大変ですけどやっぱり子供がいてるからねそれでまた自分を動かしてくれるんではい幸せですねだから僕は。